皆さん、こんにちは。立花さゆりです。今日は初めて会う人にいい印象を与えるにはということについてお話ししていきます。第一印象っていうのは本当に大事です。心理学では第一印象っていうのはほんの最初の数秒で決まるって言われてます。そしてその一度ついたその印象はなかなか消えないんですよ。それとさらに言っちゃうと、最初と最後が本当に肝心なんです。要するに最初に会ったその瞬間、そして最後別れる瞬間がとても大事なんです。この最初と最後、この瞬間が良かったら、この人はいい人なんだなっていう風な印象を与えることができるんです。私は今までも仕事柄いろんな人と会ってきました。そして初めて会う人を見て、この人とは仲良くなれそうだなって思う人とは必ずと言っていいほど仲良くなれます。ただし一つ大事なことがあります。全員に好かれようとしないことです。誰にでもいい顔をしてると誤解されたり、あと勘違いされることもあります。では今日は好印象を持ってもらえるためのポイント5つお話しします。はい、まず1つ目です。挨拶は自分からすることです。これは本当に大事なことで、挨拶を自分からするだけで、それだけで印象が良くなります。逆に挨拶を待つような人っていうのは消極的に見えてしまいます。そしてもう一つ大事なポイントがあります。挨拶をしました。そしてお互いに自己紹介をしました。それだけで終わるのではなくて、相手を少し褒めてあげることです。この褒めるっていうことは挨拶の一部だと私は思ってます。例えば、このお名刺のデザインめっちゃいいですねとか、その羽織物、お召し物とてもお似合いですねとか、これだけでその場の雰囲気が柔らかくなりますし、そして人は自分のセンスを褒められるととても嬉しいものです。はい、ではその2です。相手の目を見て話すことです。人の目を見て話すのが苦手な人もいます。でも、この信頼関係を築く上では、人の目を見て話すっていうのはとても大事なことです。例えば、話してる時に何度も目をそらされたら、なんか隠してるかなとか、なんか言いにくいこと、それか私の歯になんかついてるかなとか思ってしまいます。でもずーっと目を見る必要はないんですよ。一度喋るときに一度しっかり目を見る、これだけを意識してみてください。私ゴルフが趣味で2年前ぐらいに体験レッスンみたいなところに行ったんですよ。そしたらそこの先生が目見て喋ってくれるのは嬉しいんですけど、瞬きをしないんですよ。ずっとこうです。そして先生が瞬きをしないのに、私が瞬きをしたら失礼かなと思って、私も頑張って瞬きを我慢してました。1時間ぐらい。はい、3つ目。それは姿勢です。姿勢が良かったらその人の印象も良くなります。背中が丸まってたら自信がなさそうに見えます。そして逆に背筋が伸びてたらとても堂々として素敵に見えます。ここで面白い話があります。マザー・テレサの言葉の中に、形から入って心に至るっていう言葉があるんですよ。つまり形を整えることで心も整ってくるってことなんですよ。いい姿勢でいると不思議と、そして自然にも自信が出てくるんですよ。なので皆さんいい姿勢を保つようにしてください。はい、では4つ目です。会話の中に相手のお名前を入れることです。これはもう本当に大事で、そして効き目はもう抜群です。人は自分のお名前がもう何よりも大好きなんですよ。例えば相手の人を田中さんだとします。田中さん、お住まいはどの辺ですかとか、田中さん、そのお仕事
面白そうですねとか、こうやってこの会話の中に相手の名前を入れるだけで、その相手との距離はもうぐっと縮まります。そして親近感も生まれます。これはほんのちょっとしたことだけど、もう効果は抜群です。はい、そして最後、5つ目です。別れ際の一言です。人は最後の印象を強く覚えてます。心理学ではピークエンド法則っていうのがあって、一番印象的だった、一番ピークだった瞬間とエンド、最後の瞬間を人は強く覚えてるんです。なので、この別れるときは、今日はお会いできて嬉しかったですとか、今日はお話できて楽しかったですっていう風なお礼と挨拶を言ってください。それだけで、あの人はとても感じが良かったなっていう風ないい印象が残ります。はい、では今日のお話をまとめます。いい第一印象を与えるためにはどうすればいいのか。まず1つ目です。自分から挨拶することです。はい、そして2つ目です。目を見て話すことです。はい、3つ目。姿勢を良くすることです。はい、そして4つ目です。会話の中に相手のお名前を入れることです。はい、最後の5つ目です。別れ際の一言がとても大事です。難しいことは一つもないです。この5つを意識するだけで第一印象は本当に変わります。人間関係っていうのはこういったちょっとした心遣いで大きく変わります。ぜひ次に初めて会う人との場面で試してみてください。きっと今までよりもいい関係が作れるはずです。はい、皆さん今日の動画いかがだったでしょうか？いいねと思った方はいいねボタンと、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。